はい、どうも、明智ピロシキです。サマランボです。お願いします。今回解説するキャラクターは、エスピオです。エスピオ。カオティクス探偵事務所のご意見番的存在の忍者カメレオン。カメレオンなんだね。はい。ほんほん今回の動画では、エスピオについてどこよりも詳しく解説します。ゲームやアニメなど様々な媒体の情報から大事なところをピックアップ。これ一本でエスピオについてめちゃめちゃ詳しくなれちゃいます。いいね。動画前半では、エスピオの基本情報とキャラ設定を徹底解説。プロフィール、性格、歴史、立ち位置など、まずはエスピオがどんなキャラクターなのか分かりやすく解説します。動画後半はエスピオをより深く知るためのトピックを紹介。エスピオならではの特徴や意外な人物との関係からエスピオの人物像を深掘ります。おー、なんかスマートでスタイリッシュでかっこよさそうなキャラクターだけど、やっぱ中身は結構知らないこと多いんで、この動画で深掘ってもらえると助かりますね。はい、まさにそういう人のためにこの動画ありますから、楽しみにしててください。エスピも隠れファンが結構いるキャラクターだなと勝手に感じてまして、まだその魅力にお気づきでない方にもね、この動画を通じて少しでもエスピオの魅力をお伝えできれば幸いです。ぜひ最後までご視聴ください。我々あげたまチャンネルでは、ソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが解説、考察、ゲーム実況などいろいろ投稿しております。ソニックに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。まずはエスピオの概要から紹介していきたいと思います。はい、お願いします。本名はエスピオザ・カメレオン。突き出した角と丸まった尻尾がトレードマーク。はいはいはい。これカメレオンの尻尾だったりしたんですね。そうですね。なるほど。角っていうのも、カメレオンの中には角がついている種類っていうのもいまして、それが一応モデルになっていると。なるほど。あんまり印象ない人もいるかもしれないですけどね。で、男性ですね。なるほど。前に解説したベクターと同じく1995年発売のカオティクスが初登場です。でこのカオティクスに登場するマイティ、ベクター、チャーミー、この3人はですね、カオティクス以前から存在したキャラクターなのに対して、エスピオは完全な新キャラクターとして登場したんですね。ああ、なるほど。はい、カオティクスに登場するキャラの中でエスピオだけが完全新規キャラだったんですよ、実は。はい、カオティクスのオープニングムービーでナックルズに助けられて最初のパートナーになるのがエスピオだったり、格闘ゲームソニック・ザ・ファイターズにね、プレイヤブルで出演してたりなど、クラシック時代のカオティクス組の中ではもうエスピオはメイン扱いですね。へえ、そうなんだ。はい。その後、ソニックヒーローズにてデザインやキャラクター設定がアレンジされて再登場します。新たに忍術の達人という要素が加わって、カオティクス探偵団の一員として潜入だったり、諜報、戦闘と、得意の忍術を駆使して何でもこなすと。ですね。なるほど。また、カオティクス探偵事務所のご意見番を受賞しているように、楽天的すぎて向こう水なチームの雰囲気を引き締める抑え役としても重要な役割を果たしています。ソニックシリーズのモダン期において単独での出演も多いベクターと違って、エスピオはチームカオティクスとしての出演が主になってます。最近は出番が減り気味なんですね。ああ、そうなんだ。はい。マリオ&ソニックオリンピックシリーズでもベクターがプレイヤーキャラとして皆勤賞を果たしているのに対して、エスピオは長らく審判の座に甘んじていました。あ、審判プレイヤブルではない、プレイヤブルではないです。一応リオオリンピック以降はですね、ゲストプレイヤーとして一部種目限定で使用可能だったりするんですけど、あくまでもゲストという扱いなんですね。あ、そうなんだ。格差がすごいですね。確かにね。はい。ソニックランブルだったりソニックレーシングクロスワールドといった最新作では久々にプレイヤブル化するので、エスピオの今後の活躍に期待したいところですね。確かに。担当声優さんは増田裕樹さんですね。結構イケメンキャラいっぱいやってるなというイメージです。そうなんだ。はい。ここまでがエスピオの概要ですね。ここまで押さえてるだけでも大体エスピオのこと分かってもらえたかなと思うんですけども、ここからはエスピオのキャラ設定の詳細についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。はい、お願いします。身長110センチ、体重36キロ。ソニック世界の標準的な体型ですね。確かに。ソニックよりちょっと背高いかなぐらいの感じです。年齢は16歳ですね。例によって今はもう公式では年齢設定ってなくなってるんですけども、ソニックヒーローズでアレンジされて登場した当時は16歳という設定でした。なるほど。これもソニックより1歳年上で少しお兄さんということですね。ナックルズとタメですか。ああ、そうなるのか。はい。好きな食べ物はお団子。あ、かわいい。はい。甘いの好きなのかな。確かにね。能力についてなんですが、忍者ということで、軽い身のこなしで走るのも速いです。ソニックとかシャドウに匹敵する速さと言われることもあります。速いね、じゃあ。速すぎるだろ。そうなんだ。はい。カメレオンそんな感じ確かにね。しますけど。それ言い出したらハリネズミそんな感じでもあるから。そうですね。相当足速いんだね。はい。カメレオンの特徴を生かした能力もありまして、壁と壁の間をジャンプする三角跳びというアクションがあるんですが、エスピオはですね、唯一ずっとへばりついていることができると。ああ、壁に。ずり落ちないですね。ずっとそこに留まることができます。で、武器としてはですね、クナイや手裏剣といった忍具も扱えます。ああ、ちゃんとそういう忍者道具も使うんだ。使えますね。さらには忍法、この葉隠れの術。
使いまして、これを使うと透明になって敵に気づかれずに行動できるようになるんですね。これはしっかりゲームの中でも使うことができる技です。なるほど。しかしですね、この透明化万能な能力ではなくてですね、音や匂いは発してしまいます。これで気づかれることがあります。で、見えないだけでそこに存在はしてるんで、もう相手に気づかれないまま殴られちゃったりとか、なんかぶつかられちゃったりとかすることはあるんですよ。あ、そうなんだ。はい。ちょっとこの能力どうなんっていうところもありますけど、本当に見えないだけでね、実態はそこにあるからってことね。でうっかりくしゃみをしたりすると集中が切れて実態を表しちゃうこともあると。あ、そうなんだ。いうことでね。なるほど。ちょっとうっかりミスみたいのもあります。で、機械には弱いですね。これはベクターと一緒かな。そうですね。なるほど。カオテックスみんな機械に弱いですね。そうなんだ。で、一応ベクターと一緒にバンド活動やってんのかなということで、三味線が弾けます。三味線だ。和ロックをよく。和ロックなのかな。だけどベクターのあの感じだったら確かにロックとかパンクな感じになるのかな。三味線を弾けますね。しかもちゃんと歌ってますよ。SPO も。あ、SPO 歌うんだ。歌います。闇に闇にみたいな。あ、そんな感じのモデルなの。歌いますね。なるほどね。だいぶ毛色違ってもうカオスな感じ、まさにカオティクスみたいな感じになるんですけど。そうなんだ。音楽の方向性ぐちゃぐちゃなんだ。気持ちよく歌ってるみたいですね。なるほどね。でも正確なんですけども、常に冷静で口数も少ない。今のエピソード言った後だとね、何のこっちゃって感じですけど、ちょっと説得力薄まりますけど、常に冷静で口数も少なく、ちょっと慎重すぎるところがあると説明されますね。基本じゃクールなキャラクターと。で、冷静で慎重ではあるんですけど、基本は。実は危険な任務ほど燃えるタイプらしくてですね、自信家でもあるんですね。ちょっとそういう内に秘めた熱さみたいなのは持ってるキャラクターです。なるほど。で、真面目で曲がったことが嫌いで、好きなものは修行。珍しい。そうなんだ。修行大好き。ストイックだね。トレーニング大好き。そう、ストイックですね。もう探偵業は忍術修行にちょうどいいと思ってるらしいです。諜報活動とかね、潜入とかちょっと忍者の技を試すのに最適みたいな考えがあるみたいです。影に生き、影に忍ぶ。それが自分の美学って言ってまして、だから目立つことは避ける傾向があるみたいなんですけど、その割には仕事を終えた時に正義執行と書かれた置き手紙を残したりね。それ何それって。正義執行正義執行って書いてある。しっかり16歳やってんだ。なんかいたたただね。ちょっとね、ちょっといたたみたいなところあるよね。それが自分の美学っつってね。なるほど。そういうなんかちょっとギャップもあったりします。他のキャラクターとの関係性としては、カオティクス探偵事務所のご意見番ということで、楽観的すぎるベクターに反論したりとか、ふざけがちなチャーミーをたしなめたりとか、でその上で危険を伴う潜入任務や戦闘は一番に任されたりとね、かなりの苦労人です。そうなんだ。頑張ってます。文句も言わずにね、やるんですよ。なるほど。でもなんだかんだで2人との絆は強くて、最終的にはベクターの言うことに従うくらいには彼への信頼も厚いです。チームカオティクス以外のものへの警戒心って他の2人より強いんで、悪に対する態度も厳しいですね。エッグマンボコボコです。あ、そうなんだ。もう許したりしないです。正義執行とか言っちゃうぐらいだからね。確かにそういう感じですよね。強い正義感を持ってるわけだ。真面目ゆえなちょっと堅物みたいなところはありますね。なるほどな。ここまではエスピオのモダン期の設定を話したんですけど、エスピオもベクターと同様クラシック時代は違う設定を持ってました。そちらのプロフィールも紹介しようと思います。お願いします。まず見た目なんですけど、忍者要素が全くないのでめっちゃシンプルですね。カメレオンです。年齢17歳、職業私立探偵、趣味戦闘訓練情報収集、好きなものキャンプ、嫌いなものドクターエッグマン。もうヘイトが。そうなんだ。正義感だけはとても強い一本気な性格。伝説の文明に興味を持ち、浮遊島との関係を調べるために島を訪れることになった。実はナックルを羨んでいる。ナックルね、呼び方にちょっと気になってますけど、ナックルズのことですね。ナックルズ初登場時は愛称ナックルっていうね、言われ方してて、誰も呼ばなかったからなくなっちゃったんですけど、当時はナックルって呼ばれてたんですね、マニュアルとかでもね。ということで、年齢ですけどモダンの設定よりも一つ上になってますね。16歳じゃなくて17歳になってまして、カオティクスのこの当時カオティクスの5人のメンバーの中では最年長となります。なるほど。他のキャラ結構みんな16歳だったりするんでね。特筆すべきはもともと探偵設定がエスピオのものだったということですね。そういうことだ。これです。名前のエスピオもですね、おそらく諜報を意味するエスピオナージから取られたものだと思います。ほぼ確でそうでしょうね。
で探偵って言えば、変装したりとか身を隠したりとかするので、元来カメレオンと重ねられることが多いんですよね。はいはいはい。もう実際カメレオン探偵っていう作品が、この世の中には存在するぐらいには探偵カメレオンつながりって強いので、なるほど、納得というか、相性のいいモチーフってことですね。なぜベクターにということですよね。確かにね。もともとは SPO の属性でした。うん、で当時の固有アクションとしては壁や天井に張り付いて走ることが可能ということで、天井も走れたんですね当時。あとスピンダッシュが特徴的でして、コマのように回転するスピンダッシュをします。縦軸で横回転ってこと？横回転してましたね。はい、これソニック・ザ・ファイターズとかでも見ることができるんですけど、でそのソニック・ザ・ファイターズでは長いベルを使った攻撃も見せたりと、だいぶカメレオンらしいアクションを見せてたんですね。ただ訓練が好きだとか正義感が強いとか、こういった性格はモダンにも引き継がれているというところが見て取れますよね。なるほど。ナックルを羨んでるって何だったのかなっていうのはありますけど確かにね、はい、ここはちょっとモダンの方に引き継がれてるのかそうじゃないのか分かんないですが、なんか伝説の文明に興味を持ってたみたいなのがあったんですが、これはモダンの方では見られない設定ですね。以上クラシック時代も含めて SPO のキャラ設定について解説させていただきました。はい、ありがとうございます。SPO のキャラ設定については、今までの話でしっかり押さえてもらえたんじゃないかなと思います。話聞く前よりはだいぶなんか立体的に SPO が見えてきたんじゃないですか。間違いないね。はい。その上で、ここからですね SPO をより深く知るためのトピック3つ用意してますので、紹介していきたいと思います。お願いします。1つ目は古風な喋り方。はい。ところどころで SPO の声真似してましたけど、SPO の口調は基本的に古風で、特徴的なセリフ回しが多いんですね。まず一人称は自分です。二人称お主ですね。はい。だいぶ古風。確かにね。ソニックヒーローズではレベルアップっていうシステムがありまして、大体のキャラはレベルアップするときにレベルアップって言うんですよ。SPO はレベル上昇ですね。アップじゃなくて上昇。こだわりだね。レベルはレベルなんだ。確かにそこだよね。なんて言うんだろうね。段位上昇なのか分かんないけど。さっき二人称はお主だけど、一人称は自分っていうのもちょっと気になってて、拙者とかじゃねえんだみたいな。そうだね。確かに拙者の方がなんかしっくりくる感じあるけどね。ちょっと半端なところありますよね。そうだね。なんか。いや、そこはソニックチームに物申してもらって、SPO はセリフ読んでるだけなのでね。なるほど。いや、そんなやったら SPO にちょっと失礼です。言い回し、古風なところも混ざりつつのハイブリッドみたいな感じなのかな。はい。そうですね。ちょっとね、つかめないですよね。確かに。創作者泣かせのね、SPO の口調ですけども、他にも、心得た、覚悟、悪即滅。こういうレパートリーをね、多用します。で四字熟語もたくさん使うんですよね。心技一体とか、健康一滴とか、感慨無量。真似したくなるかっこよさがあります。ちょっとなんか癖になるね。なるほど。しかもイケボなんでしょ？イケボです。確かに真似したくなるな。なんかやったよね。健康一滴。なかなか使わないもんね、この四字熟語ね。言いたくなりますけどね。確かに。という特徴があると。なるほどですね。続いては意外とドジ。そうなん？かっこいいイメージがある SPO なんですけど、なぜか失敗描写が多くて、なんか残念感が漂っちゃうんですよね。そうなんだ。これは何なんだということで、例えばアニメソニック X なんですけど、たびたび透明になるんですね。この葉隠れの術ですよ。これを使うんですけど、使うたびに気づかれないままエミーに殴られたり、なんかペンキが体についてしまって、せっかく透明になったのにバレバレになってしまったりとか。SPO が悪いわけじゃないっていう描写もあるんですけど、なんか報われないというか、いまいちカッコつかないみたいなシーンがですね、多すぎる。これ何なんですか？多すぎますよ。そうなんだ。ソニックチャンネルで過去見ることができたソニックコミックという、1ページ漫画みたいのがあるんですけど、こちらでもですね、修行中の SPO なんですが、やはりですね、エミーにハンマーで殴られそうになったりですとか、飛んでいたチャーミーにぶつかりそうになったりですとか、トルネード号に巻き込まれそうになったりですとか、命の危険を感じるようなトラブルに連続で会ってしまうというね。それだけの漫画なんですけど、そうなんだ。なぜそこをあえて漫画にしたんだというぐらいですね、この SPO の失敗描写ことごとくこすられるんですね。なんでなんですかね。何なんだろうね。もっとかっこいい SPO でいいじゃないですか。確かにね。ですけども、こういうシーンがよく出てくると。なるほど。でキャラクター紹介の時にうっかりくしゃみをしたりすると集中力が切れて実態を表してしまうみたいなありましたよね。これずっと SPO の説明の中では出てくる文言なん
なんですよ。はい。なんですが、このくしゃみをするという描写、明智の記憶では今まで使われたことがないです。ゲームとかでも？ゲームでもアニメでも漫画でも使われたことがない。何これテキストだけの設定ってこと？テキストだけの設定ですね。ずっとあるんですよ、この設定。このテキストずっとあるんですけど、いつくしゃみしてたんっていう。そうなんだ。ちょっとこれ明智が忘れてるだけだったら申し訳ないんですけど、なんでじゃあこんな設定があるのかということをちょっと考えてみたんですが、透明人間のキャラっていうのは、古来からいろいろいますね。でこ透明人間キャラって服を着ると、服は透明にならないのでバレちゃうと。なるほど。いう設定が結構昔からあるんですね。そうすると透明人間キャラはその透明能力を生かすために常に裸じゃなくちゃいけないというそういう制約がありまして。なるほどね。そうすると透明人間の最大の敵って寒さとくしゃみなんですよ。寒い。裸だから寒い、でそうするとくしゃみ出ちゃう、でくしゃみ出すとバレちゃう、ということでこれが透明人間キャラのなんか鉄板ネタみたいなのがあったらしいです、昔からね、そういうことからエスピオにもその設定の文章が加えられたんじゃないかと。ソニックキャラみんな裸なんですけどね。確かにね、言い出したらってところありますよね。ますけど、でも実際にはこのくしゃみするシーンはないと。不思議ななんという。確かにね、なんでそこまでなんかエスピオはちょっとドジっ子みたいな扱いなのっていうのはちょっと謎なんですけど、意外とドジキャラとして扱われてますよということですね。なるほどね、今後描かれていくんですかね。なんかよりなんかそのくしゃみするシーンもそうですし、なんかもうドジキャラなんだよっていうもうプッシュをなんか公式からすごく感じるじゃないですか、ね。そういった具体的な描写もゲームとかでしっかり描かれたりするようになっていくのかな。そうなるんだったら納得なんですけど、今のところちょっとちぐはぐ感があるので。なるほど。もともと SP はすごくかっこいいキャラなんですけど、なぜかこのドジキャラプッシュがところどころにあったり、このくしゃみしちゃうキャラという幻の設定がずっとこうなんか付きまとっていたりするっていうね。なるほどな。悲しき運命のキャラなんですね。不思議な設定ですね。なるほど。っていうのもあります。では最後のトピックです。シルバーとの関係。シルバー。つながってるんだ。つながりがあるんです。SP はですね、シルバーと単独でペアになったことがあります。チームカオテックスのキャラクターって、ベクター、エスピオ、チャーミーはこれ3個1というか、基本はもうこの3人チームで描かれることが多くて、それぞれのキャラクターがなんか単独で別のキャラクターと絡むっていうことはあんまりないんですけど、エスピオは例外的にシルバーとがっつりペアを組んだことがあります。これがですね、日本未発売のゲームソニックライバルズ2で出てきたんですね。なので日本のファンはあまり馴染みがないペアなんですけど、そうなんだ。ちょっとここについて少しお話をしていきます。ソニックライバルズ2というゲームはですね、2人1組のチームを組んでいて、いくつかのチームが登場するゲームなんですね。その中でエスピオとシルバーがチームを組んでいます。なるほど。でストーリーモードもしっかりありまして、どんなストーリーかというとですね、チャオの失踪事件が起きていると。でこのチャオの失踪事件というのがシルバーが過去にやってきた時期と重なっていると。発生時期が。じゃあシルバーは怪しいぞというベクターの推理ですね。それで調査を頼まれます、エスピオが。シルバー怪しいからちょっと尾行してくんねえか、でチャオ事件の多分首謀者だから、その証拠を掴んでくれねえかっていうことで、ベクターに頼まれてエスピオを出動するんですね。なるほど。でなんだかんだでシルバーと接触します。でこう遠くから眺めたりするんですけど、シルバーに見つかっちゃうんですね。でもうなし崩し的にシルバーが犯人なのかみたいなことをこう言っちゃってるもう問いただすんですけど、結構ダイレクトにこうシルバーが犯人みたいなことをこう聞くんですね。そしたらシルバーあっさりそうだよ、俺が犯人だと。そうなの？俺がチャオを集めているんだと、正直に教えてくれるんですね。でシルバーが言うことには世界を救うためにチャオが必要なんだということで、まだちょっと全貌がつかめないんですけど、その話を聞いてエスピオはなんか信じられない話だけど不思議とお前のことは信頼できそうだ、謎の直感でシルバーと協力することになります。なんかいいのかなこれ大丈夫？進め方だいぶなんかねグダグダな感じで進んでいくんですけど、判定としてはなんかだいぶ論理に反した進め方してますけどね。SPO は別に頭が切れるタイプのキャラではないので、直感にね従ってやってるということなんですけど、シルバーはなんか正義の波動を感じたんでしょうね。こいつは信じられそうだなと、目の輝きがちげえぞとそう言ってたわけじゃないですけど、なんか SPO なりに感じるところがあったでしょう
ね。なるほど。忍者ですしね。あんま説得力に寄与しませんでしたけど、まあそういうことなんですね。はい。超理論でやっていきましょう、ここは。なるほど。はい。で、この事件何だったかというと、シルバーの敵として登場するエッグマンネガ。はい。未来の世界のエッグマンですね。はい。このエッグマンネガがですね、魔獣イフリートという、恐ろしいモンスターを呼び起こしてですね、このイフリート、チャオを捕食することによって、無敵の力を得るという、とんでもないえぐいモンスターです、ね。こんな化け物いるのかよ。はい、エスピオもチャオを食べるっつってドン引きしてるんですけどそうだよな。はい。ちょっとそういうことがあるということで、シルバーはそれを防ぐために先にチャオを集めてるんだと。あ、なるほど。そういう理屈だったんですね。保護しているというか、食べられないようにかくまってるということだったんだ。そういうことですね。なるほどな。はい。それでなるほどなと。いうことで、エスピオとシルバーが協力して、なんとかエッグマンネガと魔獣イフリートを退けまして、チャオも救い出し、世界の危機を救います。はい。で、最終的にベクターが、エスピオシルバー犯人だったって聞いてくるんですけど、調査結果をね。エスピオは、どうだろうねみたいな。だからちょっとどうだろうねみたいなはぐらかし方をして、通信を切ります。もうシルバーが犯人とは伝えなかったってことだ。伝えなかったですね。2人の中で絆が育まれていたのか、そんなちょっとギャグチックなコミカルな終わり方をしてソニックライバルズ2終わるんですけどなるほどな。そんなきっかけがあったんですね、この2人の手当。そうなんだ。でこれは日本では発売されてないですけども、海外で普通に発売されたゲームですから、シルバーとエスピオはペアだよねという見方って、海外では割と普通にあります。ということでですね、この IDW コミックアメコミの方でもこの関係って描かれています。アニューアル2022っていう、その年間に毎回1冊ずつ出るちょっと特殊別冊みたいなのがあるんですよ。その毎月刊行されてるメインシリーズとは別に増刊号みたいな感じで毎年1冊出るアニューアルコミックっていうのがあって、それの2022年版に収録されてた話なんですけど、シルバーはですねちょっと悩んでるんですね。いつもは未来を救うために過去に戻ってくる。で、何のために過去に戻ってくるかっていうのはシルバーは自覚してるんですよ。何をすれば未来を変えられるかっていうのはなんとなく分かった上で過去に来るんですね。ただ今回に限ってはなんで過去に来ているのか分からないという悩みを抱えてました。未来も別に平和なのに、なぜか過去に呼ばれた。なんかいつもと違うな。何をしたらいいのかなみたいな、シルバーが悩んでます。シルバーにしかない悩みですね、これは。確かにね。そんな悩んでるシルバーの気配を察知したのか、エスピオがスッと現れるんですね。姿を現すんですよ。影からシュッと出てきて、どうしたシルバー、相談に乗るぞみたいな感じで。だいぶ仲良くなってるね。話し始めて、忍者としては任務の成功が最優先だが、友人としては仲間の安全も大切だからな。優しい。寄り添ってるね。寄り添ってるんですね。自分のね、この大事にしている心情とはまた置いといて、友人だから聞くぞっていうね、柔軟性も見せ始めているエスピオですよ。でシルバーは恐怖と戦うにはどうすればいいんだ、不安だ、悩んでるんですけど、自分と仲間の強さを信じるんだ。シンプルに伝えますね、エスピオが。なるほど。でシルバーは今いるべき場所にいると。でもしもの時は共に立ち上がってくれる仲間もいると。今を楽しめよ。素晴らしいアドバイス。人格者のようなアドバイスを送るんですね。なるほど。悩めるシルバーに寄り添って金言を与えると。なるほど。でその後シルバーにありがとなっつってハグされて、あっけに取られてたじろぐエスピオが見られるというね、全く大関係な会議だったんですけれども確かにね。ということで、丁寧にこの2人の関係というのはしっかり描かれていきます。かなり仲良しなんですね、この2人。すいません、これ結局シルバーは何で来たのかって明かされるんですか？明かされないです。明かされないんだ。明かされないですね、この話の中では。分かんないけども SB は寄り添ってあげるよという話だったんだ。そうですね。なるほどね。あそこ気になっちゃった。気になっちゃってたんだ。確かにね、解決はしてないんですけど、心の持ちよう、忍者としてのね、先輩の権限を与えて終わるという。なるほど。シルバーと SB が結果的にハグしてこの話はエンドという。なるほど。つまりハグするための話ですね。そうだったんだ。ハグする序章を聞かされてたってこと。そうなんだ。ライバルズ2といいね、IDW コミックといい、日本では展開してないですから、確かに日本でもやってくれと。確かにね。いうお話なんですけれども、この2人こんな濃い関係だったんだなっていうのは知りませんでしたね。そうなんですよね。ベクターもチャーミーも知らないところでね、こんなところやったと。確かにね。という話でした。以上SPO 解説になります。なるほど、面白いね。すごく魅力的ながら出番が少なめというね、ちょっと不憫なキャラではあるので、今まで魅力に触れる機会に恵まれなかった方もこの動画で SPO の魅力に触れられたなら幸いです。SPO に興味が湧いた、もっと知りたいという方におすすめのコンテンツも紹介します。やはりチームカオティクスのデビュー作ソニックヒーローズですね。
はい、なかなかちょっとプレイ難易度高いんですけれども、ちょっとね、ハードがね、古いハードになりますんで、ただかっこいい SPO が堪能できます。そしてアニメソニック X ですね。ベクター解説でも言いましたが、39話、59話、65話、71話、カオティクスメイン回で SPO も大活躍しますから、こちら少しギャグ寄りの SPO にはなるんですけれども、そうなんだ。はい、堪能はできます。あとはね、IDW のコミック、メインシリーズの方でも SPO 大活躍してます。日本語訳されている方でも、SPO とザズの対決が見られたりとかね、熱いシーンがありますので、ぜひそちらもね、興味があれば見てみてください。ということで、以上とさせていただきます。ありがとうございます。今回の動画はここまで。この動画がいいと思った方、高評価、チャンネル登録もお願いします。また、動画収録直後の感想や制作裏話などを話すアフタートーク動画、メンバー限定で公開していますので、そちらでしか話さない考察なんかもあります。興味のある方は登録もご検討ください。お願いします。それでは、締めの挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。次回もよろしく。